皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ情勢と関連の強いトランプ大統領の動きについて解説していきます。つい先日、日本とアメリカとの間で関税交渉が行われました。トランプ関税がこのままであれば 25% が課せられるところだったのですが、様々な条件が付随する中において 15% で妥結しました。一方で、世界中の多くの国々が8月1日からはトランプ関税が 30% や 25% といった非常に高い関税率が課せられてしまいます。そのため各国でアメリカとの外交交渉が行われています。その中でも特に経済規模の大きい EU が関税交渉が終わりました。日本と同様にトランプ関税が 15% に設定されました。アメリカと EU との話だからウクライナ情勢と関係がないと思われるかもしれませんが、中身を見ればそれはかなり大きな影響を与えるものです。というのも EU はアメリカから110兆円分のエネルギー資源を購入することを発表しました。これは3年間にわたるもので、毎年のように30兆円以上のエネルギー資源をアメリカから購入し続けるという内容です。トランプ大統領はアメリカのエネルギー資源を販売することにうまくいったんだなというふうに受け止める方が多いでしょう。その部分については何か異論があるわけではありません。問題なのはヨーロッパがそれだけのエネルギー資源をアメリカから購入するということは、それによって買わなくなる相手先が存在するからです。というのも、ヨーロッパの人口は別に今年、来年、再来年といった具合にしてみた場合、人口が2倍や3倍になるわけではありません。従来からの人口や経済動向といったものを考えると、突然のように30兆円分のエネルギー資源を上乗せして消費するようなわけではありません。じゃあ一体どこの国からのエネルギー資源購入が大きく減るかといえば、それは EU から上限価格規制を課せられたロシア側からのエネルギー資源購入が大幅に減少するものとみられます。EU がロシアに対する制裁をかけているということは皆さんもご承知でしょう。ただしその制裁の形についてはちょっと癖があります。というのもエネルギー資源というのはどこの国、世界中の国々が求め、そして消費しているものです。これらについて完全にロシア産のものを輸入断絶となれば、そもそもこれまで購入していた国々が経済活動に支障が出るような大問題に発展します。ましてや、ロシア産の石油や天然ガスといったものが世界市場に出てこないようなことになれば、供給量の大幅な減少に伴って、世界的なエネルギー価格の大高騰といったものを招いてしまいます。そういったことから EU は、上限価格規制といった形でロシアに対する制裁を行いました。これは採掘コストなどを考えた場合において、なるべく利益が出ないような価格に設定し、従来通りエネルギー資源が世界市場に出てくるのは構わないが、しかしそれによって莫大な利益を上げることは許さないという形でのちょっと癖のある制裁です。今回アメリカからのエネルギー資源を毎年のように30兆円程度ずつ購入するといった話をしていることにより、その分だけロシアのエネルギー資源を購入する枠といったものが失われるわけです。これはEU 側から見た場合においては、トランプ大統領の課そうとしている 30% というトランプ関税はあまりにも高すぎて、これを回避するためにはトランプ大統領をなだめる材料が必要でした。そのため今回のEU とアメリカとの間における関税交渉では、110兆円のエネルギー資源の購入プラスアルファ、約90兆円程度のアメリカに対する投資枠といったものを設けることが発表されています。トランプ大統領は、この2つの案を合わせて約200兆円をEU からお金を引っ張ることができたんだという形で史上最大の取引だと豪語しています。ヨーロッパにしてみればどうせエネルギー資源は買わなければならないものです。その購入する先をアメリカへと振り向けることによってそれによって少しでもトランプ関税全体を下げることに力を尽くしたのでしょう。なおアメリカに対する投資ですが日本とアメリカの時と同様にしてトランプ大統領はこれらの投資のお金は全部アメリカが利益持っていくんだぞぐらいの形で話しているわけですが実態としてはそこまでのものではないでしょう。これはアメリカ国内における支持者向けの
成果を強く発表するのと、実務的にはそこまでではないよといった格差があることは、おそらく日本も EU も同様のことだと思われます。また、EU のフォンデアライン委員長が今回の関税交渉の結果についても拝見していましたが、やはりここでも日本とアメリカで言い分が違うのと同様にして、アメリカと EU との間における話でも食い違いが発生しています。例えば、鉄鋼アルミ関連などに対する関税をトランプ大統領は 50% のまま維持しようという話をしていますが、EU のフォンデアライエン委員長はアメリカとは継続協議を行うことによってこの 50% は順次引き下げる方向だという話をしています。一体どちらの方が正しいのか、そして実際にそうなるのかどうかについてはちょっと状況を見ておく必要があるでしょう。ただし日本から見た場合においてはこの部分についてはあまり産業的には大きな影響はありません。一方で自動車産業という面においては、これでちょっと全体の状況をそろそろ整理する時期に入ってきました。というのも今回日本とヨーロッパの間におけるトランプ関税、自動車部門は 15% でまとまったわけなので、この部分について日本とヨーロッパで何か大きな差が発生することはありません。ところが、まだまだ関税交渉が終わっていない国があります。それが韓国とメキシコ、カナダです。従来北米地域においては、メキシコ、カナダは貿易協定があり関税が 0% 地帯でした。それによってアメリカの自動車メーカーは部品のやり取りや完成車の組み立てなどについてはアメリカ、メキシコ、カナダこの3つの国を縦横無尽に活用して商品を作り、そしてアメリカで自動車を売っていました。ところが、このまま8月になってメキシコ、カナダは 30%、韓国においては 25% の関税がつきます。そして韓国なのですが、韓国においてもアメリカの自動車メーカーがアメリカ向けの自動車を生産していました。なぜならば、韓国とアメリカとの間においても貿易協定があり、自動車を韓国から輸出する場合において、関税が 0% だったのです。ところが韓国は、現在のところ関税交渉が終わっておらず、いよいよあと数日でトランプ関税 25% が発動してしまいます。そして韓国経済は輸出型経済です。韓国は国内市場がそれほど大きくはありませんから、輸出経済といったものを重視してきました。世界に物を売るといったことを基本に考えてきたわけです。半導体、自動車、鉄鋼、造船など様々なものを世界へと売り込んできました。韓国の輸出経済の中で自動車は非常に大きな部分を占めます。ロイター通信の記事によれば、韓国の輸出額のうち自動車部門関連は約 50% を占めると報じています。韓国の自動車メーカーはメキシコといった国々に対する工場建設などに積極的ではありませんでした。もちろん作っているところもありますが、しかし大部分については韓国の本国から作ってそれを輸出するというビジネスモデルでした。なぜならば、韓国とアメリカとの間には貿易協定があり、輸出する際にかかる関税がゼロだったので、積極的にアメリカに進出する理由といったものは別になかったのです。韓国の新しい政権が日本や EU のようにアメリカから何か物を大きく買うであるとか、もしくはアメリカに対する莫大な投資枠を設定するかといったことをできない限りは、トランプ大統領はこのまま高い関税を課す可能性があります。その際には当然のように経済競争という面においては関税が大きく足を引っ張ることとなります。主要な自動車メーカーという意味においては、日本とヨーロッパ、そして韓国の車などがアメリカの市場に食い込んでいるわけですが、このうち日本とヨーロッパが 15%、韓国だけ 25% となれば、当然のようにそれは利益を圧迫することとなります。関税が上がった分だけ自動車本体の価格を上昇させれば、当然のように価格競争力が失われてしまいます。かといって、本体価格を上げずにそのまま商品を売ろうとすれば、コストとして上がった関税分を自分の利益を吐き出すことによってしか相殺することができません。これは当然のように大きな経営のマイナスになります。トランプ関税は基本的にアメリカの貿易赤字を減らしたいというトランプ大統領の意向のもとに作られたものです。そしてここにはもう一つ、メイクアメリカグレートアゲン、マガ政策の一環として、アメリカで製造業を復活させるという願いが込められています。そのため、現在の関税交渉の結果として打撃を受けるメーカーの中にはアメリカの企業も含まれています。先ほども述べたようにメキシコ、カナダを縦断する形で自動車を作っていたアメリカのメーカーもまた高いトランプ関税に悩まされることとなります。これだけを見ればトランプ大統領何をやっているんだろうと
疑問に思う方もおられるかもしれません。しかしここには先ほども述べたように、トランプ大統領のアメリカの企業が海外に進出し、アメリカ人の雇用を失わせてしまった、その責任を取れという意味合いも含まれています。ですからアメリカのメーカーに対しては、メキシコやカナダで部品を作ったり、完成車を組み立てるのではなく、アメリカで全部賄いなさい。ましてや韓国で作ったものをアメリカへと輸出するなんて、さっさとやめてしまいという願いが込められています。このあたりどうなるかについては、まだまだ関税交渉、様々な国で行われているので、まだ確定しているわけではありません。ただし、現状のままでいけばそのようにして、トランプ関税は大きく経済的な打撃を様々な国や企業に与えることとなります。さて、ここまではトランプ大統領の動きの結果として、EU が莫大な量、アメリカからエネルギー資源を買い続ける。それによってロシアが顧客を失うという話をしました。これはあくまでもトランプ大統領が自国の利益を拡大するために行った話ですが、次に挙げる話は今度は直接的にプーチン大統領に届く言葉となります。トランプ大統領はスターマー首相との会見の後に行われた記者会見でこんな話をしました。ウクライナ停戦をめぐるプーチン大統領の動きに関して失望している。停戦への合意期限についてこれまでは50日間といった話をしていたが、これについては短縮すると話したのです。ただし50日間という数字をどれだけ短縮するかについて具体的な数値は挙げませんでした。そして相変わらずのようにロシアに対する追加制裁は実施していません。まだまだトランプ大統領のロシアに対する姿勢というものは圧力が足りないのは明らかです。しかし従来よりは少しずつは良くなったと評価することができます。もういっそのこと、プーチン大統領に対する猶予期限も残り24時間だぐらいのことを言ってほしいものです。トランプ関税は世界の貿易体制に対する大きな打撃です。それだけに全く私は支持できる政策ではないわけですが、少なくとも今回のアメリカのエネルギー支援をヨーロッパに買わせる、その裏返しとしてヨーロッパがロシアからのエネルギー支援の購入額を下げることになるという影響についてはウクライナ情勢にとってプラスです。このような一見関係のないような出来事が影響するのは国際情勢の一つの複雑さだと言えるでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。